こんにちは。今回はこちら、お花のボトルホルダーを編んでいきます。この前のこちらのカップホルダーで、ポンデリングをお花にした編み方のリクエストをいただいて編んでみました。花びらを6枚にして、目数を少し変えて、同じような編み方で編んでいきます。よかったら編んでみてください。糸はお好きな糸で編んでください。今回はこちら、キャンドゥさんで購入した七色彩色の中細と浜中さんのアメリーで編んでいきます。色番は2557番と56番で、今回はアクリルが入った柔らかい糸を使って編んでいきます。かぎ針は5号で編んでいきます。では細編みの円を1、2、3、4、5と5段編んでいきます。で、5段目は花びらと同じ色で編んでいきます。増し目は今回も簡単にこちらのパターンで編んでいきます。コメント欄にタイムスタンプを貼っていますので、お好きなところに飛ばして編んでいただけます。では白だと動画がわかりにくいので、こちらの色で編んでいきます。では輪の作り目から作っていきます。人差し指に糸を軽く2回巻きつけます。3本のところをつまんで持ち替えます。輪の中に針を入れて糸を持ってきて引き抜いて軽く引き締めます。次の1段目は輪の中に細編みを6目編んでいきます。細編みなのでまず鎖1つで立ち上がります。輪の中に針を入れて糸を持ってきて細編み、ここは1つ目の細編みなので頭にマーカーをつけて1周編んだらここに引き抜いていきます。続いて編んでいきます。2つ目、3、4、5、6、6目編んだら中心の輪を絞っていきます。この糸端と同じところから出ているこちらの内側の糸を右方向に引っ張っていきます。この糸を根元のところから右の方に引っ張っていきます。そして糸端を持ってぎゅっと引っ張ります。そしたらここのマーカーのところですね、一番初めの細編みの頭に針を入れて引き抜いて引き締めます。では2段目はそれぞれの目に増し目で2つずつ編んで6目から倍の12目にしていきます。まず鎖1つで立ち上がります。最後に引き抜いた
一番初めの細編みの頭に針を入れて、ここに細編みを2つ編んでいきます。1、同じところに針を入れて、もう1つ。そしたらこちらの1つ目の細編みの頭にマーカーをつけておきます。2つ編んだら、次の細編みの頭に針を入れて、ここも2つ編んでいきます。1、2、また次ですね。こんな感じで1周編んでいきます。では1周編んできました。1周編んだら毎回最初の細編みの頭に針を入れて引き抜きます。次は3段目ですね。3段目は1つ目の細編みに細編みを1つ、2つ目の細編みに増し目で細編みを2つ、これを6回繰り返して1周を18目にしていきます。では3段目ですね。鎖1つで立ち上がります。最後に引き抜いた一番初めの細編み、ここの頭に針を入れて、ここは1つ。頭にマーカーをつけておきます。2つ目の細編みの頭に針を入れて、ここで増し目ですね。2つ編んでいきます。1、同じところに針を入れて、もう1つ。そしたら同じように細編みを1つ、2つ、これを繰り返し編んでいきます。1つ、次のところは1、2、2つですね。次は1つ、次は2つ。こんな感じで1周編んでいきます。では4段目ですね。この段は1つ目と2つ目。ここはそれぞれ細編みを1目ずつ。そして3つ目のところで増し目で細編みを2つ編んでいきます。これを6回繰り返して1周を24目にしていきます。4段目ですね。鎖1つで立ち上がります。足元の1つ目の細編みの頭に針を入れて1つ。次のところも頭に針を入れて1つ。こちらの1つ目の頭にマーカーをつけておきます。そしたら3つ目の細編みの頭に針を入れて、ここで増し目ですね。2つ編んでいきます。次と次は1つ。そして次は増し目ですね。1つ。次も1つ。そして3つ目のところで、1、2と2つ編んでいきます。これをぐるっと1周編んでいきます。では白い糸に戻して1周編んできました。最初の細編みの頭に針を入れて引き抜きます。ここで糸をカットして引き抜きます。では5段目はこちらの糸で編んでいきます。では5段目は糸を変えていきます。最後に引き抜いた一番初めの細編み、ここの頭に針を入れます。そして次の糸をこちらに持ってきて、ここで一度結んでおきます。同じところに針を入れて、糸を持ってきて、ここから編んでいきます。では5段目ですね。この段は最初の1、2、3。ここはそれぞれ細編みを1目ずつ。そして4つ目のところで増し目で細編みを2つ。これを6回繰り返して1周を30目にしていきます。では5段目ですね。まず鎖1つで立ち上がります。
最初の1、2、3。ここはそれぞれ細編みを1目ずつ編んでいきます。1、次のところに、2、次のところに、3。そして4つ目のところで増し目ですね。1、同じところに針を入れて、もう一つ。そしたら次から1、2、3。ここはそれぞれ1目ずつ。で、4つ目のところで増し目ですね。こんな感じで1周編んでいきます。では、細編みの円を5段まで編んできました。続いて花びら模様を2段編んでいきます。では、花びら模様の1段目を編んでいきます。まず、ここの糸が出てるところですね。最初のところは、ここは引き抜いてますね。引き抜き編み。で、2つ目のところは中長編みを1つ。そして3つ目と4つ目。ここはそれぞれ長編みを2目ずつ編んでいきます。そして5つ目のところは中長編みを1つ。そしてまた次のところ。ここは引き抜き編みからまた同じように編んでいきます。では編んでいきます。針に糸をかけて、ここの最初の細編みの次、2つ目の細編みの頭に針を入れて、ここはまず中長編みを1つ編みます。そしたら1周編んで、ここの最初の細編みの頭に引き抜くので、ちょっとここにマーカーをつけておいてください。そしたら針に糸をかけて、次のところ、3つ目の細編み、頭に針を入れて、ここは長編みを2つ編んでいきます。1、同じところに針を入れて、もう1つ。次のところも長編みを2つ編んでいきます。1、2、次のところは中長編みを1つ編みます。そして次のところは引き抜きます。引き抜きを編んだらまた中長編みから同じように編んでいきます。引き抜いた次のところに針を入れて、ここは中長編みを1つ。次と次は長編みを2目ずつ編んでいきます。1、2、次のところも1、2、そして次は中長編みを1つ。次のところはまた引き抜き編みですね。そして中長編み、次はそれぞれ長編みを2目ずつ。そして中長編み、引き抜き編み。こんな感じで編んでいきます。ではここから花びらを1、2、3、4、5と5枚編んできました。そしたらあと残り1、2、3、4と4目残っています。ここに6枚目を編んでいきます。引き抜き編みまで編んだら針に糸をかけて、次のところに中長編みを1つ。次と次はそれぞれ長編みを2目ずつ編んでいきます。1、2、次のところも1、2、そして最後のところは中長編みを1つ編みます。中長編み。そしたらここのマーカーのところですね。下の段の一番初めの細編みですね。この細編みの頭に針を入れて、ここで引き抜きます。これで1段目が完成です。では次は花びらの2段目ですね。この段は両端の中長編み、ここを飛ばした長編み4目ですね。
この長編み4目にそれぞれ長編みを2目ずつ編んでいきます。そしてその長編みの前後には鎖を1つ編んでいきます。では2段目ですね。まず鎖を1つ編みます。針に糸をかけて、ここの最初の中長編みを飛ばしたここからですね、最初の長編みの頭に針を入れて、ここからそれぞれ長編みを2目ずつ編んでいきます。2、2つ目の長編みの頭に針を入れて、ここも1、2、3つ目の長編みの頭に針を入れて、1、2、4つ目の長編みの頭に針を入れて、1、2、長編みが8目編めました。そしたらこちらも鎖を1つ編んで、次の中長編みを飛ばしたここの引き抜き編みですね。一番低くなっているところですね。ここの上の鎖目に針を入れて、ここは引き抜きます。こんな感じの花びらですね。そしたら同じように編んでいきます。まず鎖1つでスタートしたら、ここの中長編みを飛ばしたここの長編みからですね、1つ目の長編みからまた同じように2目ずつ編んでいきます。長編みが8目編めたら鎖を1つ編みます。そしたらここの中長編みを飛ばした次の引き抜き編みのところですね、ここに針を入れて引き抜きます。そしてまた鎖1つでスタートして同じように編んでいきます。ではこんな感じで1、2、3、4、5と5枚まで編んで、5枚編んだらここに小さいループを編んで、そして最後の花びらを編んでいきます。ではここから1、2、3、4、5と5枚の花びらを編んできました。そしたらここに小さいループを編んでいきます。ここの引き抜き編みまで編んでいます。ここから鎖編みを8目編んでいきます。1、2、3、4、5、6、7、8。8目編めたら下の引き抜き編みのところですね。また同じところに針を入れて、ここで引き抜きます。こんな感じのループですね。そしたら最後の花びらですね。またここから同じように編んでいきます。鎖1つで始まって、次の中長編みを飛ばした次からですね。同じように編んでください。2目ずつですね。では長編みを8目編んできました。鎖を1つ編んだら、ここですね。中長編みの次のここの引き抜き編みのところですね。ここの鎖目を拾って、ここで引き抜きます。こちらはここで糸をカットして引き抜きます。では糸始末をしておきます。
他のところも糸始末しておきます。小さいループの方が編めました。直径は約 9.5 センチになっています。では今度はぶら下げるように長めのループでもう1枚編んでいきます。ではさっきのループを編むところまで編んできました。花びらの2段目の1、2、3、4、5と5枚目の花びらのところまでですね。ここでぶら下げる時用の長い方のループを編んでいきます。ループの長さはお好きな長さで大丈夫です。今回は鎖編みを50目で約20センチ編んでいこうと思います。ここから1、2、3では鎖編みを50目編んできました。そしたらねじれてないことを確認して、ここの同じところですね。引き抜き編みのところに針を入れます。そしてここで引き抜きます。こんな感じですね。そしたら最後の花びらですね。同じように編んでいきます。鎖一つでスタートして、次の中長編みを飛ばした次の長編みからですね、2目ずつ同じように編んでいってください。では最後の花びらのところ、長編みが8目編めました。最後に鎖を1つ編んだら、次の中長編みを飛ばした次のここですね、最初のところに針を入れて、ここで引き抜きます。最後まで編めたら、こちらはカットせずにこのまま続いて使っていきます。では長いループの方も編めました。糸始末もしています。では2枚を合わせて周りを閉じていきます。こちらが表の方になります。表の方を内側にして、外側が裏になるように合わせます。そしてそれぞれのループを同じ位置のところで合わせて、ここから閉じていきます。ここがそれぞれループですね。そしたらここの横のところですね。向こうが引き抜き編みのところで終わっているので、こちらも引き抜き編みのところ、ここに針を入れます。そして向こうの糸をこちらに持ってきて、ここから閉じていきます。まず鎖を1つ編みます。そしたら端の長編みの頭、こちらと向こうも端の長編みの頭、同じ位置のところの頭を拾って糸を持ってきて細編みでつないでいきます。次の長編みの頭、向こうも次の長編みの頭に針を入れて同じ位置のところで細編み、長編み8目ですね。ここにそれぞれ細編みを編んでつないでいきます。4、5、6、7、8、8目細編みを編んだら、こちらも鎖を1つ編みます。そしてここの引き抜き編みのところですね。ここと向こうも同じ引き抜き編みのところ、ここに針を入れて、ここは引き抜きます。そしたら次のところですね。また鎖を1つ編んで、長編みからですね、頭をそれぞれ拾って、そして細編みで閉じていきます。
こんな感じで1、2、3、4と4枚閉じていきます。ではここから1、2、3、4と4枚分閉じてきました。ここからネット編みを編んでいきます。ではここが空いてますね。ここで鎖1つで立ち上がります。そして編み地を裏にして足元の引き抜き編みのところですね。ここに針を入れて細編みを1つ、そしてネット編みを編んでいきます。次は鎖を12目編んでいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、12目編んだら次の引き抜き編みのところ、ここに針を入れます。そしてここで細編みで留めておきます。こんな感じですね。これを繰り返し編んでいきます。細編みを編んだら鎖を12目編んでいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、12目編んだら次の引き抜き編みのところに針を入れます。ここで細編み、こんな感じで引き抜き編みのところに細編みでつなぎながら鎖12目を1、2、3、4、5と5回編んでいきます。ではここから1、2、3、4、5と5回編んできました。5回目のところはここの小さいループの間のここの引き抜きのところですね。ここに細編みを編んでいきます。ここですね。針を入れて糸を持ってきて細編み、そしたら最後6回目ですね。ここをつないでいきます。最後のつなぎ方は毎回一緒です。まず鎖を5目編んでいきます。1、2、3、4、5。5目編んだら針に糸を4回巻きつけます。1、2、3、4。4回巻きつけたら最初の細編みの頭に針を入れて糸を持ってきます。そして2本ずつ引き抜いていきます。2本、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 2本。こんな感じですね。これで1、2、3、4、5、6と6本編めました。ではネット編みの2段目ですね。2段目以降は同じ編み方になります。まず鎖1つで立ち上がります。足元のスペースに針を入れて糸を持ってきて細編み。細編みを編んだらまた鎖を12目編んでいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。12目編んだら次のスペースに針を入れて糸を持ってきて細編みで留めておきます。また鎖を12目編んでいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。12目編んだらまた次のスペースに針を入れて糸を持ってきて細編み。こんな感じでまた鎖12目を全部で5回編んでいきます。
では2段目もここから1、2、3、4、5と5回編んできました。そしたら6回目またつないでいきます。ではさっきと同じように鎖をまず5目編んでいきます。1、2、3、4、5。5目編んだら針に4回糸を巻きつけていきます。1、2、3、4。4回巻きつけたら最初の細編みの頭に針を入れて糸を持ってきます。ここから2本ずつ引き抜いていきます。2本、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 2本。これでつながりました。そしたら3段目ですね。また鎖1つで立ち上がって足元のスペースに針を入れて糸を持ってきて細編み。そしてまた鎖を12目ですね。同じように編んで最後も同じようにつないでいってください。こんな感じでお好きな高さまで編んでみてください。ではネット編みを1、2、3、4、5と5段まで編んできました。この辺で持ち手と縁を編んでいこうと思います。ではまず持ち手から編んでいきます。鎖1つで立ち上がったら今までと同じように下のスペースに針を入れて細編みを1つ編みます。ここから鎖編みを50目ほど編んでいきます。ここはお好きな長さで大丈夫です。鎖を1、2、3。では鎖編みを50目編んできました。ねじれがないことを確認したら、次のスペースに針を入れて、糸を持ってきて細編みで留めておきます。そしたら今度は縁ですね。縁は鎖6目で編んでいきます。1、2、3、4、5、6。6目編んだら次のスペースに針を入れて細編み。もう一つ編んでいきます。1、2、3、4、5、6。6目編んだら次のスペースに針を入れて細編み。こんな感じですね。そしたらここでまた反対側の持ち手を編んでいきます。同じ数で50目編んでいきます。1、2、3。ではこちらも同じように50目編んできました。そしたらねじれがないことを確認して、次のスペースに針を入れて細編み。そしてまた縁を鎖6目で編んでいきます。1、2、3、4、5、6。次のスペースに針を入れて細編み。また鎖を1、2、3、4、5、6。6目編んだら最初に戻ってくるので、最初の細編みの頭に針を入れて引き抜きます。念のため鎖を1つ編んで糸をカットして引き抜きます。ではこれで完成ですね。ここのループを中に入れて、このままでもいいんですけども、
口がパカパカするので、このネットの中に一度お花の部分を通します。そしてこれで入れ口の部分が安定するので、これで使っていただけます。袋に入れるときはまたネットにくぐらせます。そしてくるっと裏にして、でこの中に収めます。そしてループを通します。バッグにぶら下げてバッグチャームにするとかわいいです。よかったら編んでみてください。今回もご覧いただきましてありがとうございました。